皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の2日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時8分ということで、1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のワイワイニュースライブ通算でですね、2893回ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、続きですね。なぜ我々が今生活している社会である超金融資本主義は資本主義の最終段階なのかと。ナンバー2ですね。というのが今日のメインテーマです。現時点で、映像も音声も問題なく配信されているということで、です。早速、初耳さんですね。いつもコンティニューコインたくさんありがとうございます。今日も1、2、3、4、5、5枚ですかね。6枚だ。コンティニューコイン、配信ありがとうございます。から翔さんですね。コンティニューコインですね。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイしてくれました。ということで今日の最初は最新のお知らせということで、先週金曜日ですね、11月29日放送したワイワイニュースライブのメインテーマ、今我々が生活している社会は資本主義の最終段階である超金融資本主義の社会であると。これのナンバー1。今日はその続きなんですね。これの表紙、YouTube 向けの表紙を作っていただきましたんで、これがこの表紙なんですね。我々が今生活している社会は資本主義の最終段階と、超金融資本主義と、金融が圧倒的な力を持っちゃってる第7段階と、私の歴史的な段階でいうと1から始まって、この第7段階がこの超金融資本主義の段階だと。でこれが資本主義の最終段階だということなんで、それじゃあ今日のテーマ、メインテーマはなぜ最終段階なのかということなんですね。そしてこの視聴者数ですね、現時点で、ツイキャスが589名様、YouTube が499で、全体で1088というふうになっています。そして次にですね、先週の土曜日に、第25回の根っこ勉強会をやったんですね。それの YouTube 向けの1と2が分かれちゃったんですけど、1時間半で、プッツン切れちゃったんですね。それで仕方なく残りの30分をナンバー2として、放送したんですね。でこれの4つ、我々4人のパネラーが各自の問題意識を提起するというテーマを提起するということで4つ分かれて、ちょっと分かりにくいですけど、天野さん、これですね、ちょっと見えないですかね。Facebook 仮想通貨リブラとは何かということですね。それから大津恵子さんのテーマ、日本人が思考停止させるか、日本人を思考停止させる天皇制とは何かと。から3番目が三角さんですね。今問われている表現の不自由とは何かということです。そして、私のテーマ、超金融資本主義を終わらせる市民革命政権、市民革命が今全世界で必要なんだと
いうところですね。でこれが1と2で分かれちゃったんですけど、現時点での視聴者数ですと、ツイキャスが1と2で589名様、YouTube で1と2で合計で557ですから、1146名ということになります。ということですね。吉行さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。から砂月金さんが、毎回、アップしてくれてます。初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有。ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。吉行さんお疲れ様ですということです。それで今日の画像ですけど、画像は1枚でですね、これは田中隆作さんの最新記事の写真なんですけど、これか。国際選挙監視団を気にする機動隊の班長らしい男ということで振り向いてるんですね。で、拘束したプロテスターを解放せざるを得なかったということで、この写真はですね、この国際選挙監視団に参加している伊勢崎健二さんが撮影したものと。伊勢崎さんというのは元の国連の職員で、アフガニスタン等々で、いわゆる武器をですね、反政府ゲリラの武器を有償で、返還させるという国連の、なんていうんですかね、平和維持活動に貢献した人なんですね。で、外大の今教授じゃないですかね。この方が国際監視団の一員として参加されてて、この写真を撮ったということで、結局監視団がいるために釈放せざるを得なかった、解放せざるを得なかったということで、これいい写真ですよね。ということです。ということで、今までの、誠一郎、いつまで逃げ切る安倍晋三、山崎さんどうにかしてくださいませということで、全くそうですよね。7年間もこんなとんでもないやつが政治のトップの権力者に居座ってありとあらゆる権力乱用、権力犯罪を繰り返しているということで、本来だったら完全に、市民がですね、打倒運動に繰り出すと、100万人200万人が首相官邸を取り囲むというパク・クネを弾劾訴追させた韓国市民運動の力っていうのは、連夜100万人のろうそくの平和デモが繰り返し行われ、それを受けてマスコミ、そして野党国会議員等々がパク・クネ弾劾の動きを一層強めたということで、最終的に国会がですね、パク・クネの弾劾訴追決議をしたと。でそれを受けて、日本にはない韓国にある憲法裁判所が、この国会が決定したパク・クネ大統領の訴追起訴決議が合憲かどうかという最終判断をして、全員一致で9人、憲法裁判所判事9人全員がですね、賛成したんですね。そして直ちにパク・クネ大統領は罷免され、逮捕され、起訴され、で現在収監中というふうになったんですね。で日本は一体何なのかということですよね。ですから市民運動の力も弱いと。それから最悪なのは日本のマスコミですよね。マスコミが真実事実を伝えないと、結局彼らは買収されているわけですよね。
そして、韓国との大きな違いは日本の野党の国会議員、これがまだまだ腰砕けと。で、韓国の野党の国会議員はこのパク・クネ、大統領の罷免決議にあたって、もしも罷免決議が否定さ国会で承認されなかったら、自分たちは直ちに国会議員を辞めて、市民と共に街頭闘争するということで、野党議員全員がですね、国会議員を辞めるということを宣誓してたんですね。日本の国会議員は安倍晋三を逮捕起訴させるために、自分の国会議員の身分を捨てて、市民国民と共に戦うという決意をしている野党国会議員というのは一人ぐらいしかいないんですかね。山本太郎以外いないんですよね。ですから韓国の市民運動と日本の市民運動、あるいはマスコミ、あるいは野党、そして、最大の欠陥というのは日本には憲法裁判所がないということで、最高裁が完全に、自民党政権の番犬になり下がっちゃってるということで、ですから現状はそういうことなんですね。でも我々はそれでも市民革命運動を起こすんだということが、今日のメインテーマですけど、ありとあらゆる問題の最終解決なんだと、唯一の解決なんだというところで、そのことを理解する国民市民がどれほど増えるのかということだと思うんですよね。1000万人になれば日本で市民革命を起こせるということなんでね。その中心部隊っていうのはやはり山本太郎を中心にした令和じゃないですかね。ということです。何でしたっけ。そっか、今までのところをアップするところですね。先週の金曜日ナンバー1の表紙です。で、現時点での視聴者数ですね。そして、先週土曜日の第25回根っこ勉強会、これの表紙と YouTube 向け表紙と、それと現時点での視聴者数、これですね。そして今日のこれいいですね。今日の画像、これが田中隆作さんが香港で取材してて、選挙の国際監視団に参加された元国連職員伊勢崎健二さんが撮影した写真、これが国際監視団がいたために、拘束したデモ隊の人を釈放せざるを得なかったという写真なんですね。そして次、今日の一言、これ面白いですね。これはAFP が伝えた北朝鮮の国営、北朝鮮の国営、朝鮮中央通信が伝えた北朝鮮外交当局者の発言ということで、記事の中に出てるんですね。多
多年装ロケットシステムとミサイルの区別もつかないとは、安倍は世界で唯一無二の白痴、史上最もバカな人間と言い得るという、まさに本当バカなんですよ。白痴っていうのは差別用語なんですかね。でも安倍に対しては使っていいんじゃないですかね。サイダリアさんがお茶2杯ですね。ありがとうございます。ということです。で、今日の注目情報ですけど、これハンギョレ新聞で、なかなか面白い記事なんですけど、韓国の若者100人会ってみると、階層移動の可能性高いと答えたのは100人中 6人のみということですね。ですからもう韓国社会っていうのはもう六大財閥がほとんど韓国経済を支配しちゃってるということで、その韓国財閥の支配を打倒してですね、いわゆる階層移動ができるというふうにほとんどの人が思わないというハンギョレの、世論調査の結果が出たということですね。なかなかいいあれしますよね、ハンギョレっていうのはね。ということで、これのURL、タイトル、ちょっと結構長い文章なんで、ぜひ URL アップしますんで、ぜひご自分でお読みください。だから韓国でも結局そうなんですよね。構造的な革命が必要なんですよね。それは市民革命政権の樹立なんですよ。ということです。で、今日の推奨本ですね。これはこのジム・ロジャーズさんの日本への警告の第40、今日は何回目？第5章なんですね、今日から。第48回目です。第5章は最終章で、これからの時代に勝つ投資ということで、彼は国際投資家ですから、勝つ投資ということなんですね。で、今日読むところ、安く買って高く売るという3ページ、ここ読みますね。あんまり投資とは関係ない人には全然興味ないかもしれないですけど、彼のサクセスストーリーのサクセスストーリーがどういうふうになってるのかっていうことは、知る価値があると思うんですね。ちょっと読みますね、ここ。安く買って高く売ると。本書もついに最後の書になったと。ここでは投資家としての私がどういう考えのもとで投資をしてきたかを明らかにしたいと。前章と同様にこうすれば必ず勝てるというメソッドは存在しないが、それでも意識しておきたいことは少なくないと。投資家として私の基本的な戦略から説明しようと。それは安く買って高く売るというものだと。そんなことは分かりきっていると思われるだろうかと。しかしほとんどの投資家は強気プル相場ばかりに目をつけ、弱気ペア相場は気にもかけないと。私は逆だと。どこがペアなのかという目で常に投資対象を探っていると。人々が過熱するブルーマーケットに夢中な時に、こうした人々が目を向けない割安なものを探すと。誰も買わないし、街のカフェやバーでも誰も話題にしない。そのようなものの中に将来暴騰する有望なものが時々見つかると。株を買うときは誰もが絶望に打ちのめされ、
株の話だのもうごめんだと、聞きたくもないなどと口にしている時がいいと。こうした時の株式市場はそこであり、上がるのを待つだけで勝てるもんだと。これまでに私は信じられないくらい安く株や商品に投資をしてきたと。一例を挙げると、1973年に私はジョージ・ソロスとヘッジファンドを共同設立し、10年足らずの間に 4200% ものリターンを叩き出したと。これは人が目もくれない商品に投資をしてきたから達成できたことであると。このような話をすると、多くの人々は安い商品が話題になり、値が上がった後になって買おうとすると。私の母からもこの商品を買ってほしいという電話が時々あったもんだと。理由を尋ねると、値段が 3倍になったからという。こうした時、私はダメだよお母さんと、3倍になる前に買わなきゃと答えたもんだと。時には3倍になった商品がその後10倍になるケースもあるが、めったに見つけられないものではないと。それよりも誰も知らないものが3倍になることを待つ方が合理的だと。例えばアップルについて今から投資をしたとしても大きく儲けることはできないだろう。アップルに投資をして大儲けすることができたのは、彼のテクノロジーをほとんど誰も知らない頃からその未来にワクワクしていた人たちなのだと。安く買うことのメリットは、たとえ予想が外れていたとしても大損することはない点にもあると。今政情不安が続くベネズエラに投資するのであれば、おそらく一文なしになるほどの損害を受けることはないと。すでに悲惨な状態で相当安くなっているからだと。安いものを見つけることは誰もできる。例えば私たちは北朝鮮の財が安いということを知っている。どれくらい安く、どれくらいの期間安いままでいいのかわからないまでも、それが安いということは感覚的に理解できるはずだと。安い株式や商品を見つけた場合、次に考えるべきはその将来性だと。永久に安いままで何の価値も生じないものもないわけではないからだと。そうしたものはただの紙切れになってしまうと。将来性を測るには大きな視点で変化をつかまなくてはならないと。そこで探るべきものが変化の触媒だと。本書ではすでに触媒から変化が探ることができることを説明したが、投資家として割安株が暴騰するような触媒を探すことが重要だと。北朝鮮であれば金正恩の存在が触媒になるだろうし、ロシアのプーチンによる極東開発もそうだろうと。一般の人々がそうした変化にいつ気づくかを予想することも同じくらい重要なことであると。世の中の人々が変化を認識し行動を起こすからこそ商品の価値は変動するのだと。私は変化に気づくのが人より早すぎるようだが、数年以内に他の人々にも認識されるような好ましい変化を見つけることができれば非常に面白いことになると。例えばアフリカにはいくつかの刺激的になりそうな国があると。私の考えではエチオピア、アンゴラ、そしてジンバブエだと。ジンバブエはハイパーインフレを起こし、2015年にジンバブエドルが廃止されたと。今に至るまで通貨が機能不全に陥っており、現状は非常に悲惨な状態にあるが、今のうちに投資しておけば5年あるいは10年後には非常に満足のいく結果を得ることができるだろうと。これはまさに投資家のあれですよね、言葉ですよね。だから結局ギャンブルですよね。自体経済に投資するという、例えば5年10年、例えばアップルがまだ無名の時にアップルの将来性を見て株を買って、そして5年10年ずっと持ってアップルが大化けしたという段階で、アップル株を安く買ったやつを高く売るということで、莫大な利益を得るということはいわゆる、金融経済への投機とは違うと思うんですよね。いわゆる産業資本に銀行が融資をして、実体経済の成長を促したという、
産業資本主義の段階のいわゆる投資事業に近い形ですよね。ということで、彼ジム・ロジャーズさんというのはどっちかっていうと伝統的な実体経済の成長に寄与する投資家に近いんじゃないかっていう感じがしますけどね。ということです。今日の読んだところですね。48回目です。彼の言ってることはかなり真実があるんで、国際投資家だからダメだという偏見は持たない方がいいと思うんですね。8、48回目ということです。で、現在はまだ26分ですね。今日は早いですね。全体で24名様、全体で50名様、コメントが14件ということですか。で、今日のメインテーマですね。続き。なぜ我々が今生活している社会である超金融資本主義は資本主義の最終段階なのかと。ナンバー2ですね。ということですね。で、なぜならばと。もし我々が超金融資本主義を主導するロシアの国際金融マフィアとその代理人である各国支配階級と政府をこのまま存続させれば、2、30年後には、2、30年後に行くつく先は人類の滅亡だからだと。だから最終なんです。ということなんですね。で、超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、その代理人である各国支配階級と政府を使って実体経済を破壊することで増殖し続け、最後は実体経済そのものを全面破壊するからということなんですね。だからもう悪性腫瘍と同じなんですよね。悪性腫瘍が健全な細胞から栄養なり血液を吸い取って、がん化させるということで、最後は全身ががん化して、健全な細胞がなくなって自らも死んでしまうという悪性腫瘍と全く同じなんですね、金融経済っていうのは。ですから我々は市民革命によってこの金融経済そのものを解体しなくちゃいけないと。もしも失敗すると全人類の滅亡が待ってるよというとこまで最終段階でまで、追い詰められているということなんですね。そのことの危機感を持ってる人っていうのはまだまだ少ないと思うんですね。で、超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、その代理人である各国支配階級と政府を使って国民の抵抗を弾圧することで恐怖支配するからと。で、超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って国民を搾取貧困化させることで自ら肥え太るからと。超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って国民を選別差別することで分断支配すると。超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って核兵器や大量破壊兵器を製造させ、戦争とテロを起こさせて国民同士を殺し合いさせることで人口削減することだと。超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って嘘やデマで国民を洗脳することで奴隷支配すると。超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、
代理人である各国支配階級と政府を使って子ども、女性、高齢者、障害者、低所得者などの社会的弱者を虐待することで分断支配するんだと。超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って自然環境を破壊することで地球全体を持続不可能にすると。地球変動とか地球温暖化っていうのはまさにそういうことですよね。で、超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って国民の上位に位置する天皇や国王をでっち上げて民主主義と主権在民の原則を破壊するか。超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って存在しない神をでっち上げて宗教洗脳、国民を宗教洗脳にして、騙すからと。これが今日のメインテーマ、詩みたいな形になりましたけど、なぜ、この超金融資本主義、我々が今生活している資本主義の第7段階にある超金融資本主義はなぜ最終段階なのかと、こういうことなんですね。でこれがナンバー2で、ナンバー3はそれじゃあどうすればいいのかと、我々は何をすべきなのかというところに来ると思うんですけど、123というシリーズになってますね。ということです。K さんですね。コンティニューコインということで、今日のメインテーマ、なぜ最終段階なのかと。のこのこさん、お茶爆10ですね。なぜならば、もし我々が超金融資本主義を主催するロシアの国際金融マフィアとその代理人である各国支配階級と政府をこのまま存続させれば、2、30年後に行くつく先は人類の滅亡だからだ。そういうことなんですよ。昨日、先週も紹介しましたけど、オーストラリアの研究チームがですね、研究機関が2050年に人類は滅亡するんじゃないかというような論文を発表したんですね。それはもう、気候変動とか地球温暖化によって、いわゆるアマゾン等々の原始林、等々が消失すると。そして、気候温暖化によって食料生産が激減するということで、地球全体が飢えになると、人類が飢えるという大危機に見舞われるんだろうという予測なんですね。でそれとともに、私が言ってるのは近い将来ですよね。ジム・ロジャーズさんが言ってるように3ヶ月か4ヶ月間もなく来年の春ぐらいに未曾有の世界金融恐慌が来るということで、その煽りを受けるのが各国の国民だと、一般市民だということで、実体経済が破壊されると。で破壊された後何が起こるのかというと、結局各国政府が財政出動、金融緩和をするということで、大企業、金融機関を救済するわけですよね。国民資産を使って。そうするとますます国民は窮乏化すると。で、世界全体でいわゆる1929年みたいな、ニューヨークの株式市場の大暴落から世界金融恐慌が発したんですね、ブラックマンデーで。
そして最終的には、ニューディール等々で各国が財政出動して、需要を喚起するということをしたんですけど、それも最終的な解決にならないので、最後は第二次世界大戦の勃発によって、最終的にその矛盾を解決するということで、世界金融恐慌の勃発から大不況によって、それを戦争によって解決するということしかなくなるわけですよね。で、常にその犠牲になるのが一般市民ということで、次に起こるのは第三次世界大戦、核戦争だということで、核戦争が起こればですね、もう人類の滅亡しかないわけですよね。だから地球環境の激変によって人類が滅亡するということと、それから世界金融恐慌による大不況と、それを彼らなりにいわゆる世界支配階級なりが解決する手段として第三次世界大戦を意図的に起こすということによる人類の滅亡、その2つの危機が迫っているということなんですね。そのことをちゃんと我々は認識し理解すると、そして、それを絶対起こさせないというための世界市民革命を、世界市民同時革命を世界各国で起こさないと大変なことになるよというのが、私の問題意識なんですね。これが2、30年後には人類の滅亡しか待ってないよというところなんですね。食料自衛自給、もともと低いのに FTA でもっとひどくなれば飢饉では生きられないという、そうですよね。本当まさにロシアで国際金融マフィアの手下として安倍が戦争を施行し、そして、国民資産をアメリカ海外に貢いで、そして、日本の主権をアメリカに売り渡し、日本の農業を破壊し、国民の健康を破壊し、原発の再稼働推進をし等々で、本当にあれですよ、安倍、自公ファシスト政権を一日でも早く打倒しないと、文字通り我々は殺されるというところまで、追い詰められているということですよね。じゃあこの超金融資本主義っていうのは一体どういうことなのかということで、超金融資本主義っていうのはロシアの国際金融マフィアが主導すると。このロシアの国際金融マフィアの中心というのは欧州ロシアド家ですから、欧州ロシアド家っていうのは表に出ないんですね。常に代理人を使うということで、自分たちは決して表に出ないという非常に狡猾なんですね。で、彼らの総資産は一説によると50兆ドルと5500兆円というとてつもない資産を所有していると。それじゃあどこから来るのかというと、結局彼らが国際金融経済を支配しているからですよね。実体経済で、稼ぐんだったら、そんな莫大な資産というのは稼げないんですよね。金融経済だからこそ稼げるということなんですね。で、超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級、だから代理人なんですよ。代理人がロシアドっていうのは代理人の影に隠れて、その正体を決して見せないという非常に狡猾なんですね。各国の支配階級と政府を使って国民を搾取、国民の
抵抗を弾圧することで恐怖支配すると、彼らのやり口なんですね。アフターマッチさんがお茶ですね。超金融資本主義はロシアで国際民営化が主導し、その代理人である過去支配外と政府を使って国民を搾取貧困化させることで、肥大化するということで、大格差社会が登場しちゃったということなんですね。で、彼らは代理人である各支配階級と政府を使って国民を選別差別することで分断支配すると、国民の団結を破壊するために分断すると、選別するということを非常に得意なんですよね。で、彼らは代理人である各支配階級と政府を使って、核兵器や大量破壊兵器を製造させ、戦争とテロを起こさせて、国民同士を殺し合いさせることで人口削減を実行してんだということなんでね。アメリカなんかまさにそうですよね。憲法修正第2条をでっち上げて、あたかも米国民一人一人が武器を持つ権利を持つんだという全く誤った解釈を最高裁に出させてですね、これブッシュが辞める5ヶ月前に出させたんですね。ブッシュ派の9人のアメリカの最高裁の判事のうち5人がブッシュ派ですから、最後に彼はそのような最高裁決定を出させたという、それ以来いわゆる国民の武装化っていうのは合憲なんだ、合法なんだということで、年間、米国民が所有している、民間人が所有している3億丁の武器が流通し、そして毎日300万人が武器を携行して外出していると。そして年間、何万人ですかね、1日100人ぐらい銃で自殺とか他殺等々で、年間5万人ぐらい死んでんじゃないですか。そのことがたびたび学校等々で大量の銃による乱射事件で死亡者が出てもですね、決して、憲法自体がおかしいんだと、憲法を改正すると、憲法改正して個人の武器所有を禁じるという運動にならないんですね。アメリカは不思議なことに憲法自体がおかしいんだと、憲法の解釈自体がおかしいんだと。本来の解釈っていうのはいわゆる建国当時っていうのは13州が連邦国家、強大な連邦国家に対して、13州の州の自治を主張してたわけですよね。ですから各州が規律ある民兵が武器を所有することは許されんだという、あくまでも州単位の州兵が武器を持つと、規律ある民兵が武器を持つということを許してたんですよ。それをブッシュ末期の最高裁判事の最高裁判決でですね、合憲にしちゃったわけですよ。個人が武器を所有することは固有の権利であるという全く違った時代背景を無視した、解釈を通しちゃったと。それ以来、武器所有が憲法上許されるということで、タブー化され、
いくら大量の死者が出たとしても、この事態、憲法修正第2条自体の項目自体を改正し、個人の武器所有を禁止すると、製造も禁止するというところまで絶対いかないんですね。おかしいですよね。これはまさに、国際金融マフィア、ロシアの国際金融マフィアが莫大な利益を得ている兵器企業、兵器産業等々の利害を守るために、そのようないわゆる嘘の憲法解釈を学者とかマスコミとかファンドとか等々で流通させ、アメリカ国民を世論誘導しているという結果なんでしょうね。から人口削減ですよ。まさに内戦ですよ。国民同士を殺し合いさせて、米国民はいつでも武器によって他人に殺される危険性を毎日感じてるわけですよね。とんでもない国ですよ。よく生活できますよね、そんな国で。そして、ロシアで国際金融マフィアが主導すると。で、代理人である各国支配階級と政府を使って嘘やデマで国民を洗脳することで奴隷支配すると。まさに、一例として今の憲法修正第2条アメリカの解釈をブッシュが無理やり憲法合憲判決として出させたっていう経緯なんですね。から次、子どもや女性や高齢者や障害者や低所得者層などの社会的弱者を虐待するということで分断支配するというのが彼らの常套手段なんですね。そして、超金融資本主義はロシアの国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って自然環境を破壊することで地球全体を持続不可能にしてんだと。まさにこれが地球温暖化の問題ですよね。あるいは自然の破壊ですよね。アマゾンの熱帯雨林を意図的に放火して消失させるということを公然と行われてるんですよね。から超金融資本主義はロシアと国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って権力犯罪を多発させることで社会規範、モラルですね、を崩壊させて無法社会に意図的にさせてんだと。だからもう安倍なんかまさに典型ですよね。やりたい放題。それに対して日本の警察、裁判所は一切、処罰しないと。免罪免責すると。アメリカもそうですよね。アメリカのトランプのあのような権力乱用に対して最高裁は一切何も歯止めかけないですよね。なぜなら日本と同じようにアメリカも最高裁判事の任命権は大統領が握ってるからと。だから日本とアメリカの最高裁っていうのは憲法裁判所がない代わりに憲法の番人としての職務を与えられてるんですけど、一切その機能を果たしてないと。むしろ時の政権、特に、日本の場合は戦後70年以上独裁政権を取ってる自民党政権、アメリカの傀儡政党自民党の番犬でしかないと。アメリカもそうなんですね。特に共和党の番犬なんですね。トランプの番犬なんですよ。そしてロシアと国際金融マフィアが主導すると。超金融資本主義は
で代理人である各国支配階級と政府を使って、が国民の上位に位置する天皇や国王をでっち上げて、民主主義と主権在民の原則を破壊するんだと、破壊してんだということね。から同じように、超金融資本主義はロシアと国際金融マフィアが主導し、代理人である各国支配階級と政府を使って存在しない神をでっち上げて、宗教洗脳して、国民を騙すということなんですね。これがナンバー2です。でナンバー3がそれに対してどうすればいいのかと。ここまで追い詰められた世界各国のいわゆる国民市民は一体どのような反撃があるのかというのが第3になると思うんですね。ということです。で今日のトピックスね、現在は51分23秒30名様74名様、コメントが28件ということですね。今日のトピックス、これ香港発で田中龍作ジャーナルさん、国際監視団の前で警察はプロテスターを逮捕できなかったというさっきの画像ですね、画像がアップされている記事です。なかなかいい記事ですよね。と次に気候変動に対して気候不安に心かき乱される米国人子供を持たない選択もということで、かなり気候変動が激しくなっている現実を悲観的に見て不安に覚えて将来子供を持つ勇気がないという人たちがアメリカで増えてるという AFP、 これなかなかいい記事ですよね。でこの記事の最後にですね、いわゆる気候変動に対して不安に感じているのは白人層のいわゆるリベラルなアメリカ人だという、と思うんですけど、実際のあれは違うんだと。少し前までは気候不安や気候これかこれかこれだ、エール大学気候変動コミュニケータープログラムのアンソニー・ライザロビッツ氏によると、気候変動への態度によって米国人は6つに分類されるが、気候問題を気にかけるのは上中流の白人で高学歴のリベラル派だとのステレオタイプは当てはまらないと。6分類のうち唯一人権や階級、学歴、政治信条などが共通しているのは気候変動否定派だけで、高学歴の保守的な白人男性が大多数を占めるというまでもなく、この層は米ホワイトハウスを支配し米議会の半数を占め、化石燃料業界など多くの米トップ企業を経営する層と重なると。だからこのアメリカの支配階級である白人、保守的な白人男性、高学歴、彼らが唯一ですね、他の人たちと共通するのがこの気候変動に対して、問題意識を持っているという人たちなんですね。土山純一さんですね。コンティニューコインですね。ありがとうございます。
2枚です。からお茶爆10ですね。だからかなりアメリカの支配層の間でもこの問題っていうのは深刻に受け止められ始めているということで、30年持たないんじゃないかということを実感し始めてるんじゃないですかね。からこれ面白いですね。スウェーデン王室国王の孫5人を王家から除外したという、これは賢明ですよ。日本の場合は全員が皇族になって、税金で養われるということなんですけど、スウェーデンの場合は5人の孫をですね、功績を皇太子とかなんか称号はそのままだけど、いわゆる政府の経済的な援助から、あるいは政府の行事への参加等から除外したということなんですね。で、その大きな理由としては、それぞれが自立して、生活を営む可能性を与えたんだということなんですね。一個人として自分の人生を築くチャンスが広がると。これでいいんじゃないですか。もう最終的には天皇制なんかいらないんですよ。皇族なんかいらないんですよ。様付けなんかする必要ないんですよ。だって彼らはちゃんとした大学教育を受けて、そのまま就職すれば自分の生活は自分で稼げるわけでしょ。だからそうしてあげればいいじゃないですか。それをなんで、税金で、養う税金で養うってことは、自分たちのいわゆる基本的な経済力を否定するってことですからね。次、英国テロ容疑者は過去に服役と保護観察中ということで、これひどいですね。イスラム国で、16年の判決を前のテロ未遂事件で16年の懲役刑に処されたこのテロリストがですね、8年で仮釈放して出てきて、そして再びロンドン橋のところで2人刺して殺して3人に重傷を負わせたというテロ行為をして、結局射殺されたんですけど、イギリスのいわゆる懲役刑の刑期を半分刑務所で過ごせば自動的に仮釈放され保護観察処分になるという制度自体が全くの欠陥制度なんですね。これを見直す動きが出てるって当然ですよね。これで殺された3人っていうのはどういうことなんですかね。なんで自分がロンドン橋のたもとで殺されなきゃいけないのかというわけのわかんないところで殺されてるわけですよね。から北朝鮮、弾道ミサイル発射示唆と安倍首相を歴史上最もバカな男ともいうことで、これは当たってますよね。で、いつも不思議に前から言ってるんですけど、世界最貧国の中で国際的な経済制裁を受けている北朝鮮がなんでミサイルとか連動大型大砲等々を連続的に発射できるのかと。なんでどっからその金が来るのかということはもう嘘がバレバレですよね。それは結局イスラム国がなんであれだけ短期間にイラク・シリアの国土の半分以上を占領して
その後2013年ぐらいですから6年間テロを実行し、恐怖支配をできたのかと、その資金は一体どこから出てくるのかというのと共通してるんですよね。それはもうあれですよ、いわゆるここでいう超金融資本主義を主導しているロシアの国際金融マフィア、彼らが支援してるわけですよ。財政支援してるんですよ。サウジアラビアとかアメリカとかイギリスとかフランスといわゆる闇部隊とともにですね、資金を与えていると。そうでない限りできっこないですよね。世界157、190何カ国中最貧国なんですよ、北朝鮮。なんでそれが連続的にミサイルを発射したり大型大砲を開発して、ぶっ放すことができんのと。なぜイスラム国がこれほど急速に短期間に領土を拡大して恐怖政治を行い、そして、各国で、テロを実行して、今でもロンドン橋等々でもテロを実行する力があるのと。どっから来るのと。それはもう、そういう資金を大量に資金援助している者がいると。それは一体何かというと、ロシア革命を起こし、ボルシェビキに秘密資金を与えてロシア革命を起こさせたロシアの国際金融マフィアですね。そして日本の明治維新で薩長土肥、特に、田伏村とか、あるいは萩の、騎兵隊、あるいは松下村塾で育成したテロリストに、いわゆる被差別部落ですね、民を中心にした伊藤博文を中心にしたいわゆる田伏マフィアに資金援助して、江戸幕府を武力打倒させた背後は結局ロシアなんです。南北戦争も仕掛けたのはロシアだと。第一次世界大戦も仕掛けたのはロシアと。第二次世界大戦を仕掛けたのもロシアだということで、結局彼らが支配している超金融資本主義の最後の段階で彼らがそのような自分たちの世界統一政府樹立に向けたさまざまな謀略を行ってきたということなんですよね。それがほとんど隠されてて正体を見せないという非常に狡猾なんですよね。砂月さん、タイミング的に安倍氏が何かを企むと応援のように来た。そうですね。だからミサイルがまた飛んでくるんじゃないですか、安倍のスキャンダルを消すために。北朝鮮ですね。で次にアサンジュが極死する危険性があるということで60名の医者が警告文を発したということで、もう完全にこれはアメリカですよね。アメリカとイギリスの謀略ですよね。で、今日の重要情報、安倍首相が桜を見る会、国会で、下劣答弁連発と名簿を捨てて、破棄したことも障害者雇用職員の勤務時間のせいにということで、すごいね、こういうことを言うんだね。もうマイナス3、リテラの記事ですね。ということです。
ということで、今日月曜日の放送はこれで終わりですね。時間が65分11秒ということで、同時視聴されている方が36名様、全体で91名様、コメントが37件ということで、今日の放送、これで終わりです。お疲れ様でした。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインとギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで、今日の放送、現在日本時間で、夜の11時過ぎましたね、11時13分ですね。ということで、明日火曜日ですね、ありますんで、またよろしければ合流してくださいということで、砂月さんお疲れ様でした、K さんお疲れ様でしたということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。